メルルーサと言います。地声の色持った状態で高いところまで行って、おー。あってなっちゃう。一個聞いていいですか？はい。今、メルルーサさんがメインで出してるその女声、まあ、いつもよく使うはいはいはい。女声は、はい。裏声のなんかその比率的には感覚的にどのくらい入ってます？これちょっと聞きたくて僕的にはですけど、はいはい。多分7、3ぐらいですかね。地声7ぐらいだと思ってて、あんま裏声使ってる感覚はないですね、ほとんど。10ゼロって言いたいんですが、音色というか、そのあーって言った時の、いわゆる声帯のこう振動数というか、的には、まあ確実にミックスボイスにはなってるので、であれば、いわゆる裏声筋はそう使ってるはずなので、ただかなり地声寄りな感覚はあるので、そうですね。この声と、この声と地声、かなり近いところにあるので、そうですね。そうですね、そうですね。であれば、まあ、7、3ぐらいって言っといていいですか？ G7 裏3ぐらい。うん。いや、マジで僕もそんぐらいなんですよ。僕はだいたい 20% ぐらいかなって一応言ってはいるんですけど、マジでそのぐらいですよね。だから本当に裏声使わないですよね、そんなに。気持ちは。そうなんですよ。説明の中で裏声という単語を一切話さずに説明できてしまうので、だから要素としてはかなり少ないですね。そうですね。高い地声作ります。強メイク狭くします。口外球のところ狭くします。だけなんで、あれ裏声どこですかみたいな。逆に聞いてる人、あれ裏声どこですかみたいな。なんかあれっすよね。そのなんか裏声ってその表現の幅を増やすために使うみたいな感じじゃないですか。だからなんかその作り声、そうですね。なんかそのアニメっぽい感じとか萌え声とか、まあ、あとはなんかその歌とか、なんかそういうのをやるときにちょっとこう入れていくみたいな、そういうイメージじゃないですか。そうですね。そうですよね。そうなんですよね。僕の主観ですけど、なんか女声練習してる人って多分可愛い声出したいと思うんですよ。可愛くなりたいみたいな。そうですね。そうですよね。なんで、多分その、なんで、そう、なんか、多分可愛い声って、その結構高い声だったりとかするから、そのなんかどうしてもこう、裏声を入れちゃいがちというか、まあ別にそれは悪いことじゃないですけど、なんかそれで、そうですよ。それで、かつ、なんかちょっと自然にしたいっていうと、やっぱり自然にするためにはちょっと地声っぽさが必要だからそうですね。別としてちょっと捉えてほしいんですよね。その可愛い声を作りたいっていうのと、自然な声にしたいっていうのはちょっと両立はやっぱなかなか難しいと思うんですけど。せっかくの機会なのでちょっとやっていいですか？やってみますか？なんか裏声から作った声ってそのままよく下げていらっしゃる方いるんですけど、まあそういう方見るんですけど、どうしてもなんか裏から作った声下げてきてもなんかずっと裏声要素を引きずってる音をかなり感じて、そこで地声のところのラインまで落としてもまあ裏から作ってるの分かるよなっていうパターンが結構多くて、なのでまあそのやっぱりスタート地点は地声側裏声側それぞれやっぱりまあやるべきかなっていうのは思っていて、ちょっと拙いですけどやっていいですか？裏から作るやつ。聞きたい。てか俺もなんならちょっと一緒に練習していい？私裏から作ると、まあ、こんな感じになるんですけど、結構高めの響きというか、でこの声をこうやって下ろしてきても、で下ろしてきて結構低くしてもずっとなんか裏系の響き残るんですよね。あまりこう地声感ないというか、若干いつもの声になかなかたどり着かないというか、そうですね、柔らかいような感じの印象を受けますね。そうなっちゃうんですよね。そうなんですよ。これどうあがいてもいつもの声の方に行かなくてみたいな現象を僕は自分の身で起こってて、だからまあ両方ともやるべきなんかなみたいな。なるほどなるほど。すごいな今の。裏声。かわいい。かわいい。俺新鮮だな。ちょっと待って、どうやったんですか今？ちょっともう一回一緒にやりたい。一緒に。裏から作るからもうやってないですね。いつもの声に結構引っ張られますね。だってそうなの。私ちょっと癖がねついちゃってるの私。よし。結構広い裏声からでも可愛い。可愛いっていうのやめてもらっていいですか？可愛いっていうのやめてもらっていい？なんか練習中の声ってすごい可愛いですよね。なんか可愛いってなっちゃう。可愛い。
オペラ系のファルセット、後ろに飛ばす方向の広い裏声からあ、そっかそのそっか。裏声感持ったまんま閉じてくるのがよくって、はあはこのまま前の方でこうやって閉じてくるような感じにするとあんまりこう地声感残らずに声にできるかなと思うんですよね。であとはまあ裏声だけ作って話すような感じでしょうか。裏声だけあ、でもそんな感じだと思います。そうそう。なんか裏声だけの要素でキュッとそう締めるというか。でもなんかすごいちっちゃい声そうですね。そうなんかねそうなんですよねちょっと聞いてください。私ねなんか正どうしました確に出ちゃうの。やっぱり女声が女声がねなんか性格がやっぱりこんな感じの性格になっちゃうの。女声がなんて言うんでしょうか。いいじゃないですか。ちょっとギャルギャルしくて私は好きですけど。そうなんです。どうしても私女声をやるとちょっとなんかギャルっぽい感じにどうしてもなっちゃう。なんかそのなんかその自分のその元の性格が反映されちゃうので、なんかやっぱりその裏声とっても可愛いと思いますけど。その裏声使うとやっぱりちょっとなんか清楚系なイメージあるんですけど、私ちょっと清楚じゃないので、なんかそこがねちょっと邪魔してくるんです。そう。でもそこは割り切って作っていきましょう。どうもこんにちは。とてもいいと思います。で、どうしてもその元の声に戻りがちだと思うので。めっちゃ戻ります。綺麗なファルセットの部分だけ使って話すような感じなんでしょうかね。ちょっと、それでこっちは結構下手くそなんで、なんとも言えないんですけど。低いところまで。これかもしれない。でもそっちかな。これかもしれない。ですね、そう。これだ。割とこうやって話してらっしゃる方も結構見るは見るんですよね。で、これをなんか地声かなっておっしゃる方もいて、聞きようによっては確かにそうかなと思うんですけど、なんか僕的にはこれはちょっと裏引きずってんのかなって思ったりまして。確かにこれはで、そのリンさんの普段の方のシーンないじゃないですか。なんか魂がこう抜けたような。魂が抜けちゃってます。今こんな感じできてますかね。ちょっとちょっと戻ってはいますけど。ちょっと戻って。ホーランドロップイヤーも好きだけど、やっぱネザーランドドワーフが。ホーランドロップも僕好きですね。ぬいぐるみ持ってますね、ホーランドロップの。ガチ勢だ。僕はあれですね、2ヶ月に1回ぐらいは我慢できなくなって、うさぎカフェ行きますよ。すごい。マジか。触れる。触れますよね。すごい。そうそう。すごい。結構でけえな、人参。